雨の元ジムカーナ大会。アクセルを戻しただけでリアが大きくスライドしてしまう大滝選手の FE501。 なぜこんなことになってしまうのでしょう。雨と寒さには弱いハイグリップタイヤのせいでしょうか。でも同じタイヤで滑らず走る選手もいます。大滝選手は言います。モタードは車重が軽いから荷重がかかりにくい。確かにそれはあるのかもしれません。だけどギア比がショートすぎるんじゃない？大滝選手の走りを見てきた私はそう感じて伝えました。大滝選手の走りはスピードを落とさずスルスルと流れるようなライディング。でも FE501 では790デュークの時よりギクシャクして見えたのです。その後11月23日のウミガメ練習会。大滝選手は午後からリアスプロケットを1丁ロングへ変更しました。こちらは午前中、スプロケット交換前の走行です。とても速いのですが、バックトルクが強くてギクシャクしているように見えませんか？そしてこちらが午後、ギア比を変更した後の走行です。エンジンブレーキがマイルドになり、挙動は安定したように見えます。大滝選手らしい体を先行させてダイナミックにインへ入っていくスムーズなライディングが戻り、タイムも上がりました。この動画はこの日の大滝選手のベストタイムの映像です。それではリアスプロケットの変更前と変更後を並べて比較してみてみましょう。上が午前、下がスプロケットを1丁ロングにした午後の動画です。 0.13 秒午後の方が速いです。スローでリプレイ。午後の方がイン荷重が強く、旋回中もスムーズで速いです。ギア比をロングにしたことでバックトルクが減り、リアサスペンションの暴れが収まったので、ライダーがバイクの軸上で制御する必要がなくなり、状態を早めにインへ入れられるようになったからです。ペースはほとんど変わりませんが、午後の方がライダーの動きがスムーズに見えます。スローでリプレイ。午後の方が体がインへ入っています。ここもそうですね。午後の方がコーナー進入時の減速が少ないです。そのためコーナリングスピードがより高くなり、状態もしっかりイン側へ入っています。午後の方がコーナー進入がわずかに速い。ほんの少しの差が積もって大きな差になっていきます。リアスプロケットたった1丁でここまで変わるんですね。元ジムカーナではゼロ加速を速くするためにショートに振る選手が多くいます。ショートにすれば極低速からの加速力は増えますが、メリットだけではありません。エンジンブレーキは強くなり、ピークスピードも落ち、アクセルワークもシビアになります。その結果、ギクシャクしてロスにつながることもあります。大滝選手はショートにしすぎている選手は少なくない。ロングにすればもっとタイムが出る人はたくさんいると話していました。バランスを崩して遅れてしまいましたが、その他のセクションは全て午後の方が早かったです。ゴール、ベストタイムを更新した瞬間のみんなのリアクションがいつもたまりません。ギア比について大滝選手が話していたこと、そういえば同じような内容を A 級のシャンバリさんもライディングテクニックの図書館で書かれていましたね。ギア比についてシャンバリさん自身の実体験も交えながら非常に詳しく解説されていますので、ご興味のある方はぜひご一読ください。動画説明欄にリンクを貼っておきます。大滝選手は NSR250R に乗っていた頃から周囲が驚くほどロング寄りのギア比を使っていたそうです。以前大滝選手がこう語っていたのを聞いたことがあります。ショートにすると速くなったように感じる。でも実際は遅い。
ビッグバイクをミニバイクのように走らせる。その言葉の通り、スピードを落とさずにバイクを前へと走らせる。フロントタイヤを止めずに転がし続ける。それは大滝選手が長年大切にしてきたライディング哲学の一部です。大切なのは自分のバイクと走り方に合う最適なギア比を見つけること。ロングに振るのかショートに振るのか、その選択一つでバイクの性格もあなたの走りも大きく変わります。あなたはロング派ですか？それともショート派？ぜひコメントで教えてください。動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思っていただけたら、いいね、チャンネル登録、コメント、ハイプで応援してもらえると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。